皆さんこんにちは。キャッチャーミット大好きチャンネルです。本日は前回紹介したウィルソン A2000、こちらを湯もみ片付けしていきます。きっかけは、あの動画投稿終わった後ですね、試合で使ってみたんですが、どうしても弾いてしまう。そこでやはり湯もみをせざるを得ないということで今回に至りました。今見ていただいているのは湯もみ前の加工で、ウェーブをクロスロックにする加工になります。使っていて思ったんですが、このぐるぐる巻いてあると、ウェブ先が強くなるので、ボールに負けにくくなるんですが、どうしても閉じた時のホールド感が気に入らなかったため、こうやってクロスロックにする加工を行っています。クロスロックにすることで、ウェブがしっかり閉じるようになり、ボールをホールドできるので、よく弾いてしまう方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。片方側からウェブの紐、取り終わりました。続いてこちらですね。反対側の紐も取っていきましょう。反対側の紐は簡単に取れますので、このようにですね、止めてあるところをほどいてから引っ張ると取れるようになります。はい、こちらですね。取り終わったら、左右で長さに偏りがありますので、こちらの長さを均等にします。こちら均等にしないとクロスロックにできませんので、こちら必ず行うようにしてください。はい、ではこんな感じで均等になりましたので、これからクロスロックの加工に入っていきます。はい、こちらグラブニードルにレースをつなげてやっていきましょう。まず一発目は、このウェーブの側面の穴ですね。こちらに通していった後に、こちら一番外側の背面側の穴ですね。こちらに紐を通していきます。こちら通した時にレースねじれやすくなっているので、ぜひ注意してみてください。でこちらのポイントはですね、内側の穴には入れないで、さらに隣の穴を飛ばして、手前から3つ目の穴に入れていきます。はい、このように飛ばし終わりました。あとはこのようにですね、1個ずつ飛ばしてレースを通していきます。ここから先は同じ工程になりますので、早送りしていきます。はい、端の方まで来ることができました。で、この後がポイントですね。補給面側の穴に入れた後は、こちら、ウェブの側面の方の穴に通していきます。背面の穴にはこちら通しません。ここまで通しましたら、こちらミット本体の方に紐をつなげていきます。はい、こんな感じでつながりました。で、ここでポイントはですね、ウェーブの紐については緩めないでしっかり締めておくということですね。クロスロックにした場合、ウェーブは折れやすくなってホールド感は上がるんですが、先端の強さは弱くなります。なので、ウェーブは緩めるよりもミットにしっかりくっつけるようにした状態にすることで、ウェーブの弱さをカバーする、そんな感じになります。はい、続いてこちら反対側から通していきましょう。反対側も同じような加工になります。背面側の穴から通して、こちらはですね、もうすでに1個ずつ穴が開いていますので、それを順に通していくだけです。こちらも同じような工程になりますので、早送りしていきます。はい。ではこちら最後の方まで来ましたら、こちらですね、外側から補給面側の穴に通していきます。はい、そうすることですね、こちら、見ていただいてわかるように、すべての紐がクロスロックになりました。で最後にですね、こちら、ミット本体とウェブをつなぎます。はい。ではこちらで完了しました。この時ですね、ウェブの紐はしっかり締めておくようにしましょう。はい。こちらお湯につけていく工程になります。お湯とは言ってるんですが、ほぼぬるま湯になりますね。熱すぎないお湯がいいと思います。手入れ口部分から入れて20秒。ウェブ先から入れて約20秒ほど湯に浸していきます。はい。こちらで湯に入れる工程は完了になります。続いて片付けいってみましょう。続いてこちら片付けの工程に移ります。はい。まずこちら手を入れてみてですね、思ったのが、水に浸すとだいぶ柔らかくなりますね。手もみだけの時はですね、結構硬かったんですけど、一回湯に入れるだけでですね、だいぶ柔らかくなります。まずはこちら中指のところですね。指のかかる位置にラインを入れていきます。上の方までですね、しっかりラインを入れていきます。はい、続いてこちら親指の部分にもですね、ラインを入れていきます。で今回ですね、せっかく湯もみをするということなので、前回はガッチガチの縦型みたいな感じだったんですが、今回はちょっと親指寄りにポケットを作って、若干横型要素を入れた感じに仕上げたいと思っています。はい、こちらですね。ウェーブを軽く揉みほぐしていきます。親指のマチですね、カーブをつけていきます。はい、見ていただくと分かるようにですね、こんな感じでラグビーボールっぽく仕上がっております。ちょっと親指根元の付近に膨らみが出てきたことでですね、前回の手もみの時よりもポケットが深く作ることができているんじゃないでしょうか。はい。掴んだ時はね、こんな感じになります。親指の根元、これほんといい感じですね。
前回の動画でもお話ししたんですが、ちょっと縦型すぎてですね、私的には使いづらいかなと思っていたんですが、これなんか良くなる予感がしますね。ではこちら浮いているところはですね、ハンマーで叩いていきましょう。はい、こちらハンマー叩き終わった後ですね、今度は中指のラインですね。下の町の始まりのところ、こちらにもですね、ラインをつなげていきます。ここにラインを入れることですね、小指の置く位置もまた変わってきますね。小指にもしっかりかかるようになれば、開閉が一気にしやすくなります。はい、またこちらですね、上の方にも念入りにラインを入れて、しっかりここのバランスをですね、調整しています。はい、では続いてですね、軟式ボール挟んでしっかり押していきましょう。もうこちらね、当チャンネルでは定番の片付け方法ですね。ここをしっかり調整することで、ボールを補給した時のホールド感、かなり違ってきます。一番大事なのは自分の掴んだ感覚をそのまま大切にするということですね。自分がどこで取りたいのか。私の場合だったら親指の根元。今回ここにポケットを作ってがっちり掴みたいので、しっかりそこで取れるようにボールを押し付けていきます。はい、いい感じでこちら仕上がってきましたので、このままですね、1週間ほど乾かして様子見ていきたいと思います。だいぶいい感じに仕上がっていると思います。はい、あれから1週間経ちました。こちら仕上げの工程に移っていきますが、はい、もう開閉完璧にできています。はい、このようにですね、ボール取った時も、明らかに手もみの時にはなかった取りやすさが生まれています。これ期待大ですね。補給音を果たしてどうでしょうか。ではこちら、いつもの仕上げの工程に移っていきます。使うのは、ベースマンさんのグラブウォーターになります。はい、で皆さんこちらですね、ウィルソン A2000 ですが、背面スーパースネークスキン使っています。こちら合皮ですので、オイル振りかけてもあまり意味ないので、背面は少なめにして補給面を多めにかけていきましょう。はい、こちらもですね、しっかり手で伸ばして、この乾いている部分にですね、オイルをなじませていきます。特に紐がですね、乾いておりますので、ここは入念に塗っていきましょう。はい、こちらですね、微調整していきたいと思います。また軟式ボール挟んでですね、仕上げの工程に移っていきます。はい、こちらですね、細かく入念にですね、取った時に違和感がないように、こちら調整をかけていきます。はい、今回ですね、この A2000 湯もみしてみて思ったのが、完全に縦型だと思っていたんですが、若干横要素も取り入れることこれできますね。私的に明らかに手もみで片付けた時よりも使いやすくなっている。そんな印象をすでにこの時点で受けます。これはボール取るのが楽しみになってきますね。はい、こんな感じですね。がっちり掴めるようになってますね。いい感じ。はい、こちら浮きが出てきたので、しっかりハンマーで立てて潰していきましょう。はい、あとはですね、このように手で軽く揉んで、またラインかかるところもですね、しっかりラインを付け直して、微調整をかけていきます。はい、だいぶ開閉スムーズにできてきました。この後いよいよキャッチングに移っていきたいと思います。果たして湯もみした結果、補給音は小さくなってしまうのか、それは皆様の耳でお確かめください。いきなり140キロ補給音お聞きください。はい、皆さんこちら補給音いかがだったでしょうか。増してませんか？私の取った感想はですね、手もみよりも圧倒的に取りやすいということですね。そして湯もみしたことで手もみの時よりも明らかにいい位置でボールを補給することができます。手もみの時はがっちり縦型だったので、なんとかその型で取るというような感じだったんですが、今はこのように自分が使いたいようにこのミットを使って取りたい位置で取れる。これのおかげでですね、いい場所で補給できているので、補給音がかなり大きくなってます。また中で弾くというのが一切ありません。これはクロスロックのおかげもありますね。A2000、湯もみ大成功じゃないでしょうか。続いて握り替えを行いました。前回は硬いおかげで握り替えがしやすいんじゃないかという私の予測でしたが、湯もみ後は果たしてどうだったのか。
結論をお話しすると、そんなに変わりないです。また自分が取りたい位置で取れるようになっているので、以前よりも握り返しやすくなったような印象を受けます。はい、こんな感じでですね、2000の湯もみ大成功だったという感じでですね、今回の動画を終えたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。